はい、それでは円順列と数珠順列の解説をしていきます。はい、問題の1番。ABCD の4人が手をつないで輪を作るとき、何通りの輪ができますかという問題です。輪を作るんで、こういうサークル状にね、輪を作るんでしょうね。で、例えば最初ここに来る入り方、何通りありますか？4人いますからね、4通りありますよね。じゃあここに今 C さんが入ったとしますよ。そしたら次にここ何通り入り方あります？これ3通りですよね。じゃあ D さんが入ったとしましょう。そしたらこちらね、もうわかりますね。A さんが入って、で残りは B さんが入るしかない。こういうふうに入り方があるわけですけれども、もちろんこの最初の4通りの入り方、それぞれに対して3通りあるんですよね。枝分かれしていくわけですね。で、そのさらに3通りのそれぞれに対して2通りずつあると。ね、まず4通りのそれぞれに3通りあるということで、ここで12通り。4×3 ですね。でさらにそれぞれに対して2通りずつ枝分かれして入り方があるということですから、さらにそれの2倍、24通りあるということですよ。なので、かけたものが入り方を計算したものということになります。したがって4の階乗通り24通りあるねと言いたいところなんですけれども、例えば、ね最初に、B さんがここに入ったとしましょう。そうすると C さん、D さん、A さんと。こういう入り方もあるんですよね。そこで、この2番目のと1番目の並び方、これよく見比べてみてください。これ、配置が同じだと思いませんか？例えば、A さんの右側には D さんがいます。こちら右側の図見てください。A さんの右側、D さんいますよね。同じですよね。で、A さんの左側に B さん。A さんの左側にやはり B さん。こちらの図でも B さんが左側にいます。他の人も一緒で、これ配置が一緒なんですね。これはどういうことか。ね図1と図2というふうに名前を付けてみると、これ図2は図1を90度回したものかなというふうに見て取れますよね。ということは、90度回転させただけで、配置関係は一緒だと、人の配置が同じだと言えるわけですよね。なので、この2つは同じ並びだというふうに捉えます。そうすると、他にもありますよね。これ以外で、図3、図4、この4パターンありますよね。図2をさらに90度回してやれば図3になるし、さらにその図3を90度回してやれば図4になる。でさらにこの図4を90度回すと最初の図1に戻りますね。なので、4回重複しているなということなんですね。そうすると24は多すぎなんですよ。ちょうど4回分ずつ多すぎなんですよね。ということは、じゃあ4で割ってやればいいねということで、答えは4の階乗を4で割ったもの、6通りなんですよね。結局6パターンしか並び方がないということになります。これが円順列の基本的な考え方ですね。回して同じ配置になるのであれば、ダブルカウントしているので、まず最初に多めにカウントしておいて、ダブルカウントした分を割って、差し引いてやる、調整してやる。これが基本的な考え方ですね。考え方はね、先ほどの考え方が基本になります。で、次のような考え方もあるんですね。どういう考え方かというと、回転するのが良くないよねということで、例えば A さんがここに来たとしますね。そしたら、もう A さんそこ動かないでと固定しちゃうんですね。
そしたら何が起きるかというと、回転しないということなんですね。回転しなくなるので、残りの場所に配置する方法、これはもう一列に並べる順列と同じになりますよね。例えばこの場合であれば A さんを左側に固定して残りの順列を考えるのと同じ、この残りの3つの並び方を考えるのと同じでしょということになるんですね。そしたら、これ A さん固定してますからね、BCD の並べ方は、はい、こちら3通り、2通り、1通りと入り方がありますので、全部で6通りあるということですね。3の階乗ですからね。はい、当然、前回、先ほどの数え方と答えは一致します。では問題の2番いきましょう。7人。数が増えてもね、基本的な考え方は同じですね。何通りあると思いますね。まず、やっぱり A さんがここに来ますよ。そうすると、残りの入り方を、問題の1と同じように考えていけばいいわけです。そうすると、このように入り方ありますね。したがって、6の階乗通り、720通りあるわけですよね。さらに一般化しましょう。N 番まで、N 人の生徒が和を作るということなんですね。でも、やっぱり一緒なんですよ。例えば1番の人を固定して、残りの N-1 個の和の中に、入り方は何通りありますか、残り N-1 人の並び方は何通りありますか、それを考えるのと同じことになるわけですね。N-1 人の並び方ですから、結局答えは、N-1 の階乗通りですよね。これ実は公式というかもう N 個の円順列の数え方ですね、となります。なので先ほどの問題の2番も、この式に当てはめれば、N-1 の階乗通りというふうに表せるわけですね。7-1の階乗ですね。はい。これがN 個の異なるものを円に配置する並べ方の数え方の基本となります。では問題の2番いきましょう。今度は父と母、それから息子2人、娘2人の合計6人が円卓に座る。円卓に座るということは円順列ですね。はい。で、今度何が違うかっていうと、隣り合わない座り方ということなんですよ。隣り合わない座り方、覚えてますか？これは円順列ではない問題でやってますね。男子6人と女子2人が1列に並ぶとき、女子が隣り合わない並び方は何通りあるか、どういうふうに考えるでしたっけ？女子が隣り合わない並び方を考えれば良いということは、男子だけを先に並べておいて、両端または間に女子を入れていけば良いと、そういうふうに考えましたね。なので、男の子がこういうふうに最初6人並んでいて、間を選んで女の子たちが入っていけばいいですねと。その選んで並ぶ並び方が、7P2 通りなんですね。ここに出てきてますよね。で、男子の並び方は、当然6の階乗通り並び方があるんですね。したがって求める回数は、求める並び方の個数は6の階乗 ×7P2 ということになりました。では、円順列に戻りますよ。息子2人が隣り合わない座り方。これね、どう考えるか。2人を除いた4つの椅子、4人分の椅子用意します。だからここに、父、母と、それから娘さん2人ですね、先に座ってくださいということなんですね。
ということで、まずはその4人に円形に並んでもらい、で、間の4箇所のうち2箇所を選んで息子たちが座ればよいと。こう考えますね。で、誰かを固定しておけば回転する心配がなくなりますので、じゃあ父親に、動かないでいてもらいましょう。そうすると、残り3つの椅子に、女性たちが座ればよい。で、その間、できる間に、息子たちが座っていけばよい。番号を振っておきますね。父親を固定することで、一列に並べる順列と一緒になりますね、ということで、父親が一番左端に来た並び方、最初4人の並び方はこれを考えればいいんですよね。で、4-1の階乗通り入り方があるはずです。で、その後で今度は息子2人が場所を選んで入っていけばよいということですね。はい。文章にするとこういうことですね。3人の座り方、4-1の階乗通り。で、間の4箇所のうち2箇所を選んで息子が座るので 4P2 通り。したがって合計は、それを掛け合わせたものですよね。はい、答えは72通りありますよということになります。括弧2番ですね。男性と女性が交互になる座り方は何通りあるか。これって結構強い制約ですよね。男性の次は女性が来て、女性の次は男性が来ないといけませんよと言っているわけですから、考えやすいですね、逆にね。男性は父親と息子2人の3人。これを今、丸で表しましょう。で、女性は四角。ということは、丸と四角が交互になる、これ、円順列なんですね。なので、父親を固定して、このように考えればいいですかね。そうすると、もう父親は座ってますからね、固定して。なので、あとは息子2人の座り方、それから女性3人の座り方、これを考えればいい。しかも、父親は固定されてますから回転する心配はないということですね。はい、なので、まずは女性を座らせましょう。はい、3の階乗通り、いいですね。3通り、2通り、1通りですね。そして、息子2人を座らせます。なので、2の階乗通り、そうですね。2人の息子のうちどちらかがまず座って、で、残りの1人が座ると。はい、したがって答えは12通りということになります。問題の3番です。黒、赤、白、黄色、青。5色の玉をまずは円形に並べる方法ですね。これを考えましょう。円形に並べるということですから、円順列ですね。では、今までと同様に、まずは一つ固定しましょう。黒は、じゃあここに固定しますね。そうすると、ここに来る玉は、赤が来ることもあるでしょうし、白が来ることもあるだろうし、黄色が来ることもあるだろうと。青が来てもいいですよ。つまり、この残り4色のうちどれが来てもいいわけですよね。なので、4通りあるということですね。じゃあ、ここ、まず今、青が来たことにしましょう。そうすると、次のところに来れるのは残りの3色の玉。赤、白、黄色のどれかということなんですね。なので、3通りの来方がある。同じように、2通り、1通りと、玉の入り方がありますよと、並び方がありますよということですね。で、もちろん、この4通りのそれぞれに対して、3通りずつ、入り方、並び方があるんですね。そして2通りの並び方もあるし、それぞれあるし、1通りの並び方があるということですので、かけていったものが並び方となりますよということでしたね。はい。したがって5-1の階乗、固定した分、1個分を引いてやってるんですね、これ。したがって24通りであるということになります。はい。では2番、首飾り。
ね、首飾りということは、こういう並びですよね。じゃあどういうことなの？はい、首飾りを作る方法、これ、円形に並べる方法、円順列と何が違うのか、何が違うのかを考えるためには何が同じなのか、ね、これを考えないといけませんね。まずは円形に並べてみましょう。5色の玉で、首飾りですので、こういうふうに紐でつながってますね。はい、円順列ですから、まずは一つ固定しますよ。黒を置きましょうね。そしたら残り4色の玉を並べていけばいい。例えば、こういう並べ方があります。もちろん他にもこういう並べ方もある。で、上と下の並び、よく見てみると、同じものですよね。同じ首飾りになりますね、これ。なんでだかわかります？これは上の首飾りを、ひっくり返したもの、ねと同じになりますよね。ということは円順列で、カウントした場合、ね2回ずつダブルカウントしたものになっていると。ね、ですから首飾りの個数を数えるのであれば、2で割ってやればいいということですね。ダブルカウントした分だけ割ってやる。重複して、数えた回数で割ってやれば良いということです。したがって、答えは、はい、重複して数えた回数だけ、円順列を割りますので、割る2ですよね。よって12と。はい、この首飾りの順列のように、ひっくり返したら同じになるものの並べ方を考える。このような順列のことを数珠順列と言います。ね、数珠順列というのはよくお坊さんが手にしているようなもののことですね。はい、説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。